Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K-Boy Flutter University. はい、ということで、フラッターが 2.0 になって、Firebase がね、アップデートされて、ちょっと書き方が変わったりしてるところもいろいろあったりするので、改めて Firebase の環境構築から Firebase で値を取得したり、追加したり、アップデートしたり、削除したりっていうところのチュートリアル動画を撮っていきたいと思います。ということで、まず最初からね、もう行くんですけど、Android Studio で Create New Flutter Project を押しますというところで、その後にですね、よいしょ、名前は、ブックリストサンプルという名前にします。はい。インベイルドネームって言われてるんです。あ、これダメですね。ローアーケースですね。はい。はい。はい、これでいきたいと思います。はい。はい、ということで、iOS のシミュレーター開いて、一旦ビルドだけしたいと思いますので、その間に無駄なコードを消します。マイホームページは一旦ステートレスフィジェットにしたいと思います。こんな感じですっきり一旦させたので、これをビルドします。はい。一旦ビルドできたのでですね、これをですね、一旦ここ、マイホームページってなってますけど、本の一覧を表示するっていう Firebase のサンプルをここから作っていきたいので、このマイホームページの部分をちょっと別ファイルに移動して、名前もブックリストページって名前にしたいと思います。ということで、右クリックで New Dart ファイルで、はい、ブックリストページにして、これを持ってくると。はい、これをこっちに持ってくるという。で、エラーが出るので、ここに上当てて、左側のこれをして、インポートマテリアルダートと。で、名前は、ブックリストページに変更。はい、ブックリストページに変更して、これをブックリストに変えて、またエラーなので、インポートしてね、ブックリストページをインポートして使えるようにすると。はい、別のファイルに置いたときは、こうやってインポートすると、呼び出せるようになります。はい、これでもう一回ホットリスタートしてもちゃんと表示できるかなと思いますので、ですね、このブックリストの方のこの辺、ここに本一覧ってことで、ここに一旦ちっちゃいけど文字を置きまして、ここに後でリストをね表示したいと思います。今は一旦リストは表示せず、この後本一覧を Firebase から一覧表示して、プラスを押すと本追加ページに行くみたいな感じのを作っていきたいと思います。はい、ということで、早速ですね、フラッター Firebase と調べてフラッターアプリに Firebase を追加するっ
っていうところをやっていきたいと思います。はい、ということで、フラッターアプリに 5S 追加していきましょう。ここはフラッターの環境構築が進んでいるかどうかっていう話で、ステップ1の、まずはですね、5S プロジェクトを作成するというところをやっていきましょう。はい、ここですね。はい、5S コンソールでプロジェクト追加をします。はい、これをして。いろんな既存のプロジェクトが僕はあるんですけど、ここにですね、プロジェクトを追加というのをして、今回作る、ブック、さっきと一緒ですか、ブックリスト、アンダーバーにしとく、ブックリスト、はい、サンプル。はい、こんな感じでいきます。はい。で、続行して、自分のアカウントで続行します。さっき Google Analytics 設定しましたけど、あれはどっちでもいいです。はい。できたので続行します。はい、続行したらこの画面になりました。これで多分、5S プロジェクトを作成するっていうところは終わったかなと思います。はい。で、これは OK で、今度ステップ2、アプリを 5S に登録する。ということで、今ちょっと Android が指定されたんで、この一回 iOS をこちらで指定して、ステップ2は iOS の環境構築からやっていきたいと思います。はい。コンソールの中央ページにある iOS アイコンをクリックして設定ワークフローを起動しますということで、ここですね。ここを押してワークフロー起動。あとはこう指示にね、従ってやっていきたいと思うんですけど、バンドル ID を入力しますが、2番。はい。ここですが、バンドル ID っていうのはどこで調べるかと言いますと、ちょっと待って。はい。はい。バンドル ID というのは、ちょっと一旦これをからファインダー開きたいんですけど、ファインダーの中のこの iOS の中のランナー XC ワークスペースっていうのを開いて、はい。この中のどれか、ランナーこれをして、ここに表示されているのがバンドル ID ですね。はい、さっき書いたやつですけど、これをコピーします。で、ここに貼り付けると。で、ニックネーム適当に、ブックリストサンプル iOS とかつけて、これはいらなくて、登録すると。はい。で、これで2番バンドル ID できたから、設定ワークフローに指示に従って他のも入れましたと。で、アプリ登録をクリックしましたと。で、次に構成ファイルを追加するっていうことで Google インフォ P リストをダウンロードします。はい、これですね。これが出てきましたので、これをダウンロードします。はい。はい、ダウンロードしましたと。で、これをここに入れると、X コードのここの辺ですね。アプリケーションの下ということで、こっちにどう書いてあるかというと、フラットアプリのランナーのランナーディレクトリに追加します。移動しますということで、ランナーのここですね。このディレクトリの中に今入れた、Google サービスインフォ P リストを入れると。はい。これは OK です。これで。はい。で、ここに入りました。ここに入りました。これが Firebase の情報ですね。これがあることで Firebase と iOS アプリが接続されます。はい。ということで、2番まで終わって、あとは、これ次押すとまだやることが出てくるんですが、この辺のポットファイルの追加とかは、フラッターだと PubSpec YAML にこの後
追加することで賄ってくれるので、これはやんなくていいです。これは Swift とかでやるときにだけ使うというやつですね。はい。これはだから次へでこれもスキップしてコンソールに進むと。はい。これで一旦ここは完了かなという感じですね。はい。ここに書いてある通り、手順はスキップしますと。そしてフラッターファイアプラグインを追加するに進みます。ということで、ステップ4番。はい。ステップ4番は、フラッターファイアプラグインを入れましょうということで、これをやれば、フラッターにこの Firebase SDK が入るというところですけれども、はい。ここ読んでいきます。はい。PubSpec YAML を開いて、はい。フラッターファイアプラグインを追加するということで、まずは Firebase Core を追加してくださいと書いてあります。はい。これを追加しましょうというところですが、Firebase Core SDK をちょっと開きたいと思います。はい、そしたらですね、バージョンが 1.4 で、こっちがちょっと 0.4.0 なんですけど、まあ、新しい方が今はいいので、これ新しい方で、まあ、また動画ねいつ見てるかによってバージョンが違うと思うんですけど、最新でいきたいと思います。はい、これを一旦 X コードで閉じて、PubSpec YAML に追加するということで、コマンドシフト O でファイル検索を出して、PubSpec と言って YAML を出します。はい、で、ここのここですね。どこに追加するかというと、はい。フラッター SD、ディペンディシース、フラッター SDK フラッターの下のこの辺。ディペンディシーズフラッター SDK の下のこの辺。ここですね。ここに追加します。これを。はい。OK。ちょっとこの辺のコメントはね、ちょっと邪魔なんですけども、一旦ここまでいきます。ここに追加しますと。はい。で、これがやりました。これで。はい。で、アウリで使用する Firebase プロダクトのプラグインを追加しますということで、アナリティクスとか Firebase OS、ログインに使うやつとか、クラウド Firestore とかあるんですけど、今回データベースを表示したいので、Firebase クラウド Firestore だけ追加したいと思います。はい。これを開きますということで。ちょっと待ってください。これです。これをちょっと右クリックで。はい。はい。開きますというところで、Firestore を探してですね、これですね。はい。Firestore の、これですね。はい。違った。こちら、Firestore の、PubSpec や PubDev ページみたいんで、これを開きます。はい。間違えた。これクラウドファンクションだ。こっち、はい。クラウド Firestore の PubDev をみたいんで、これ開きますと。すると、Firestore が出てきて、今 2.4.0 というところで、これも、Firestore、ここからコピーして、ここに PubSpec YAML に貼り付けます。はい。で、ここまで来たら、フラッターパッケージゲットというのを実行するんですけど、これは、ここの下のターミナルのコマンドでこうやって打ってもいいし、まあ、これと、まあ、同等のことはですね、この PubGet というところ、ここを押してもね、同じことが起こりますんで、どっちでもいいです。まあ、慣れたらこっちの方が楽かと思います。はい。で、パッケージゲットできましたので、これで、ですね、まあ、アナリティクス、まあ、このサンプルでアナリティクス入れて検証しましょうと書いてありますが、アナリティクス今回今入れなかったので、ここは一旦スキップして、まあ、これアナリティクス入れたら、アナリティクスが正常に読み取れてるかをチェックするというフローなんですが、ちょっとそれは飛ばして、このまま、一旦止めてビルドだけして、ビルドできたら、まあ、次 Firestore に接続していきたいと思います。はい。でもビルドでうまくいくかちょっとわからんで、ここで一旦ビルドします。はい。早速ですね、ビルドがこけてくれました。ということで、まあ、ここに今一つですね、まあ、このエラー結構見たことあるんで、なんとなくわかるんですけど、よくあるエラーとして、この、なんかバージョン 9.0 みたいな書いてあるんですけど、これがですね、さっきの CocoaPods っていうのが iOS の方にありまして、
ポットファイルでした。ポットファイル。ここはポッツのこのポットファイルっていうところのここ、プラットフォーム iOS9 ここね、コメントアウトなんですけど、このシャープついてるんで、これちょっと、コメントアウト外して、まあちょっとバージョンしっかり指定してあげて、まあちょっと10ぐらいにね、するっていうのが最近のワークアラウンドなんですけど、10ぐらいに指定して、まあ今って iOS14 なんでね、12とかでもいいと思うんですけど、これが最低バージョンみたいな感じのあれになるんで、まあ、10ぐらいにしてちょっともう一回ビルド。はい、ということで、一旦ビルドはできましたので、OK ということで、まあ、またね、これでまたエラーが出たら、まあ、出る人もいるかもしれないですけど、そしたらここに書いてあることを、まあ、見て、場合によってはポットレポアップデートしてくださいとか、あとは、まあ、それでも分かんなかったら、まあ、ググってみると、同じ内容でエラーに苦しんでる人がいるかもしれないので、ググってみてください。ちなみに、まあ、これ、ちょっと、普通にココアポッツを使っちゃったんですけど、もしかして初めてココアポッツ使ってできない人がいるかもしれないんで、もし Mac にココアポッツが入っていないという人がいたらですね、ココアポットインストールと、ココアポッツインストールですね。調べたら、このココアポッツ導入手順っていうのが書いてあります。記事が出ますので、このsudo game インストールココアポッツとかして、パソコン自体にこのココアポッツっていうツールをね、インストールして、セットアップ、ポットセットアップとかして導入してください。はい。これはね、ないと一応 Firebase とかのライブラリを入れられないので、こちらは、やってください。はい。ということで、一旦 iOS ビルドできましたので、ここからですね、一応 Firebase SDK は入れられたというところで、ここから Firebase につなげていきたい。ここに本一覧を表示するというのをやっていきたいと思います。はい。ということで、はい。じゃあ今度はですね、このクラウド Firestore のエグザンポを見て、やっていきたいと思いますけども、ですね、まずやることとして、これですね、Firebase Initialize App っていうのをね、やらなきゃいけないんですよね、最近は。はい。これと、もうこれもセットです。Widget Flutter Binding Ensure Initialize。これもセットなんで、これコピーして、main.dart の、この最初の、アップ起動するときに絶対通る、このメインっていうのをね、最初に通るんですけど、ここをね、アシンクにしてですね、ですね。で、Firebase Initialize App して、から、ランアップ、アップを起動するということにしていきたいので、はい、これ。はい、で、これでまず Firebase を、イニシャライズすると。イニシャライズなぜできるかというと、さっきGoogle Info plist を入れたからですね。はい、これで iOS はできるというところで、これをやってから、で、あとは、Firestore にアクセスして表示するみたいな感じなんですけど、ちょっといいね、サンプルが見つかるといいんですけれども、ちょっとここにいいエグザンポがないので、これは Firestore のドキュメンテーションを見たいと思います。はい。この Firestore のドキュメンテーションを見て、Firestore のところを見ていきたいと思いますが、このオーバービューのやるところ、ここは OK。これも OK。これは、フラッターウェブの人だけやるやつ、インデックス HTML に追加するやつは OK で、ここですね。ここで基本的な操作方法を見ていくんですけど、こういう感じで Firestore を取得して、そこから取得できるみたいな感じですね。これでいいかな。これは、アドするとき、追加するコードが入ってて、リード。ここはリードデータですかね。はい。フューチャービルダーで、データが取れますよみたいな。はい。ちょっとこのリアルタイムチェンジのところちょっと最初やってつなぎますか。はい。ということで、ここの、この辺ちょっと一旦コピーしますね。ストリームビルダーのここを使いたい。このビルドの
中がここで、これがストリームビルダーなんで、ちょっとここをコピーしてきてですね、この本一覧のこの本一覧のところをちょっと入れ替えます。ここを今のストリームビルダーにして、カンマに入れ替えると。で、ちょっともろもろエラーが出ていますが、必要なやつ、これとかもコピーして、ここに置くと。で、Firebase、Firestore が入ってないので、こうインポートしますね。はい。はい、ここをタップして、今出てきたやつをからインポートしました。これで、ちょっとエラー出てますけど、ここはですね、エラー上に乗っけてみてみると、can't be unconditionally accessed because the receiver can be null ということでですね、こいつがなんかヌルになるよみたいな、オブジェクトハテナみたいな書いてあるんですよね。はい。なので、ハテナか、ハテナだったらこれか、びっくりでちょっと一旦強制的にヌルじゃないよというふうにやってあげました。これがヌルセーフティーの話なんですけどね、ヌルになるかもよみたいな型で来るんですよね。で、ヌルじゃないと断定するときびっくりなんですけど、ヌルかもよのまま行くときはハテナなんですよね。でもそれだったらこう怒られたりするときもあるんで、一旦今はびっくりにします。後でこの辺も別動画、次の動画とかでも解説していきますね。はい。ということで、これで、これは後でやるから、これで一旦、ちょっとこの辺一旦消しますか。エラーとかね。なくてもいいか。ちょっとローディングだけ残して、はい、このままいって、ここのユーザーズというコレクションにフルネームとカンパニーが入ってたらこう表示できるみたいなやつで、これニューちょっといらないんで、ニュー消します。はい。という感じになってるんで、こうコレクションじゃなくて今ね、今回ブックスにね、変更して、で、ブックスの、タイトルと、著者、著者、アーサーか。アーサーみたいな感じで、これでいきましょう。で、これはどっから来るかっていうとですね、この Firebase、Firestore データベースっていうのをこの作った先ほどのプロジェクトのコンソールから開いてですね、ここにデータベースの作成をします。ちょっとテストモードで一旦作りますというところで、ちょっとロケーションはね、無難にね、アジアにしとくというのが、アジアのノースイーストにしとくと。アジアのノースイースト1でいいですかね。多分これが東京だったはずで。はい、これで、確か。いいでしょう。はい。なんで、はい。このリージョンはね、近いに越したことはないということで、データセンターがある場所なんで。はい。で、ここにコレクション、さっきはユーザーズって書いたけど、ブックスね。ブックスを作って、早速オブジェクトをね、追加していきたいんですけど、タイトルと、アーサーがあって、タイトルは、ですね、今話題のプロセスエコノミー。はい。ちょっと著者の方なんだっけ。著者の方、これ、小原さんね。はい、小原さんね。はい、これを追加すると、リアルな本を追加していきたいと。はい。これで自動 ID を押して保存。はい、これで1冊追加しましたというところで、これちょっと一旦ね、再起動。はい、出ました。はい、プロセスエコノミー。はい、これでね、つながってますね、プロセス。で、ちょっともう1冊追加していきたいということで、タイトルと、他にどんな本がありますかね。はい。じゃあ、小原さんのね、別の本、モチベーション革命ということで、ね、追加していきたいと思いますね。はい。はい、これもね、小原さんということで。はい、これ追加したら、出た。はい、追加されました。はい、これリアルタイムでこう追加されてるんでね、ここに出ていますという感じで、一旦これで iOS の接続できました。Firestore に。はい、ということで一旦ここで止めて、書き方とかのね、解説は
また次の動画でするんで、一旦こうつながるっていうところまで今回やりたいんですけど、まずここで iOS つながったんで、次はちょっとこれ置いといて、次Android エミュレーターを開きますね。Android もやります。環境構築 5S。これ開いて、今 Pixel 4 API29 でちょっと起動します。はい。はい、ということで、Pixel 4起動して、Android の方のね、5S の接続もしていきたいんですけど、この段階だとちょっと 5S まだつながってないので、さっき iOS に Google Info P リストを追加しましたけども、Android のこっちにも何かを追加しなきゃいけないんですよね。で、それについてはですね、ちょっとエラー出てますけど。はい。で、それについてはですね、さっきのこのフラッターアプリに 5S を追加するようなページのこっちや上の方、今 iOS にチェック入ってるところ、Android にチェック入れてですね、それで、やっていくと。で、5S プロジェクト作成できてて、アプリを 5S に登録するっていうところから、やっていきたいんですけども、一旦ちょっとプロジェクトの概要に飛んで、ここですね。ここさっき iOS 追加したけど、今度は Android を追加ということで、ここにね、パッケージネームを追加していくんですけど、このパッケージネームというのは、ビルドアップビルドグレードルにありますというところで、コマンドシフトでファイル検索をして、ここでありますか。ありました。これ JPKBOY ブックリストサンプルというここですね。はい、これです。これをここに入れます。で、ニックネームをブックリスト。はい。はい。で、登録と。はい、登録できました。はい、これもできました。登録しましたということで、今度は3番。構成ファイルを追加する Google サービス JSON をダウンロードをクリックします。はい。で、これを Android アップディレクトリに移動します。はい。これですね。はい。Google サービス .json をダウンロード。で、これをこのアップの配下に追加するということで、どこにあるかというとですね、さっきは iOS だったけど、この Android の、リブっていうところに先にブックリストページとかダートがあるんですけど、ここじゃなくて、この Android ディレクトリの中のアップのこの中ですね、ここに追加ということで、ダウンロードした Google サービス .json をここにドラッグアンドロップして追加した。はい、これで入りました。はい。これがね、Android 側の設定ファイルということで、ここに入れました。で、入れた後は、どうするかというと、一旦次へ押しておきますけど、これやるんですけど、こっちをちょっと見ながらやってみましょう。もう一個あるビルドグレードル、Android ビルドグレードル、こっちのね、もう一個のルートレベルのビルド、はい、グレードル、これですね。はい。これをチェックしてって、上から、この Google がリポジトリに入ってるか、入ってますね。はい。で、次、これを追加してください。Dependencies にこれを追加と。はい。Dependencies に今これがあるけど、この下にこれを追加と。で、この All Projects のリポジトリにも Google があるか確認。ここにもリポジトリに Google があります。ので、ここは OK。で、もう一個のモジュールレベルのアップの下のビルドグレードルのところにこれを追加するということで、もう一個のこっちですね。アップのビルドグレードル。で、このアプライですね。アプライの下。はい、ここにこれを追加。はい。はい。で、フラッターパッケージゲット実行。これ関係あるかわかんないけど、一旦やっていきますか。さっきのパブ。はい、これでパブゲット実行。はい、やりましたと。で、5S のコンソール設定フローに戻り、次を押して残りの手順をスキップしますということで、あとはこう全部スキップ、次へ押してコンソール進む。はい。で、こっからは、プラグイン、Firestore プラグイン追加するというところで iOS と一緒だと思うので、ち
ちょっと Android エミュレーターを指定して、ちょっとビルドしてみましょう。はい。はい、ということで、ちょっとエラーが出てしまったんですけども、ちょっとここはね、これもちょっと見覚えあるエラーなんで、ちょっとチェックしていきたいんですけど、マルチインデックスなんとかって書いてありますよね。あ、これですね。はい。ちょっと How to resolve this issue at これって書いてあるので、ここを押してリゾルブしていきたいと思います。はい。64件メソッドを使用するアプリ向けにマルチインデックスを有効化するということで、Android Go 以前のよりも前じゃなくて、5以降、まあ今ね、10とか11とかなんでね、この辺を見て64系を回避するのをやっていきましょう。これですね、多分。ここ。マルチインデックスイネイブルドを、ビルドグレードル、モジュールレベルのここですね。これのデフォルトコンフィグに追加して、これもディペンディシーズに追加する。これ、ここ。はい、これでもう一回保存して、コマンド S で保存してビルドします。はい、ということで、出ました。モチベーション革命とプロセスエコノミー表示されましたので、OK ですね、これで。まあ、もう一冊ぐらい追加しておきますか。ブックファイアストアのコレクションブックスのところに、タイトルと、オーサー。オーサーね、Kボーイでね。はい、Kボーイの、はい、Kボーイの生き様。はい、Kボーイの生き様も出ました。はい。ということで、一旦、これで、このブックリストページを使ってですね、Fire ストアに入っているデータを表示できましたので、まあ、一旦ここまでで、一旦フラッター、Firebase の環境構築というところで終わりたいと思います。で、次は、まあ、この辺の書き方の解説というかね、まあ、これ、とりあえずサンプルコードコピペしてきたんで、これをまあもうちょっと整えてやっていきたいと思います。ということで、今回は以上です。See you next time.